そしてそのインテルの正規の判断ミスだけではなく、さらなる時代の進化があります。なんと半導体製造も分業化していくんです。パソコンの部品の分業化によってインテルなどのですね、半導体専業っていうのが出てきましたけども、半導体の中でもなんと製造が分業化していきます。はい、半導体をこういうふうに作ったらものすごいいいものができるんじゃないか、半導体の設計に関わるところと、その設計したものを作るっていうところで分かれていくんです。設計部門と製造部門の分離です。はい、これなんで必要になってきたかというと、先ほど言ったムーアの法則ですね。指数関数的にですね、この半導体の進化が止まらないので、もう設計している企業が製造すること自体がオーバースペックになってたんですよ。もうそんな金額を設計にも製造にも両方を一社でやるなんて無理だ。うちは設計に専念する。うちは製造に専念するということになりました。さあどっち選びます？皆さんだったらね、設計に専念しますか、製造に専念しますかということですよね。設計の方がなんかかっこよさそうね。製造は作っとけみたいな感じじゃないですか。じゃあ設計かなと思いきや、設計の方でもあるイノベーションが起きるわけですよ。なんと設計するためのツールというものを開発しちゃうんですね。アームという会社がですね、アップルにその半導体設計しやすいツールあるからいるって言ってライセンス契約をします。それによってアップルは自社で iPhone に特化したプロセッサーを設計することができるようになりました。そういったことが各社でできるようになったんです。スマホに向いてる半導体と自動車に向いてる半導体はもちろん違う。だったらうちの会社の半導体はうちでデザインした方がいいよねということで、今となってはアップルだけではありません。アマゾンやグーグル、そしてテスラといった企業まで自社のオリジナルの内製の半導体を作る時代なんですよ。その中でも AI に特化した半導体で世界を席巻しているのが NVIDIA ということなんですよね。そうつまりですね、設計百花繚乱時代なんですよ。半導体設計はみんなができるよ。うわー、みんな設計しなよね。これで垂直統合のインテルの時代が終わるわけです。なぜか、インテルが作るアップルのものを作ったら競合のものは作れないんですよね。そうなんです。製造しながら設計するとなるとですね、自社と競合する、もしくは競合と競合とかですね、ぶつかるといろいろ大変なんですよ。ね。でもどうでしょう。設計をいろんな会社がするようになったのであれば、製造する会社、これ特化したところっていうのはどことも競合しないんですよ。僕は設計しませんからって。ただ作るだけです。そう。その企業はアップルからもグーグルからもアマゾンからもテスラからも受注できるようになったんです。製造が一番強いぞ。実は設計じゃない、製造なんだ。そう気づいたのが台湾の TSMC なんですよ。さあやってきた、熊本にやってくる史上最強の半導体企業、それがここで出てくるんですね。設計じゃない、製造だ。それにいち早く気づき、製造一本でいきます。皆さんの受注するのみでございます。その台湾の企業に世界中の巨大企業が自社のオリジナルの最新の半導体の設計を製造してくれと注文した、殺到した。そして規模が拡大していった。 TSMC、 この企業がですね、先端の半導体のシェアのなんと 90% 取るようになってしまったんですよ。すごいことですね。あまりにも技術が高度化したことによって先行者利益がえぐかったんですよ。後から追いかけようと思ってももうとてつもない企業をですね、顧客に持ってボロ儲けしてるわけですから、ボロ儲けしてるから最新の設備に設備投資できるから一番いいものが作れるんです。新規参入の工場さんに二流品作ってほしいですか？皆さん超一流の企業ですよね。皆さんのご要望に応えられるのは TSMC だけでございますと言い続けて、ものすごい利益を上げていったわけなんですね。すごい時代だ。もうおしまいだ。台湾には誰もかなわない、そう思うのもまだ早い。さらなる分業も始まってるんです。どこまで小分けにするのと、マトリョーシカ状態でございますね。人形の中に人形の中に人形の中に人形、マトリョーシカ状態。
垂直統合型、全てをうちが作りますから、分業していくことによって専門性を高めて利益を上げることによって、その一ジャンルを握ることで世界最強の影響力を持つというのは、さらに連鎖するんですよ。製造装置の時代です。製造工場世界一位は TSMC です。ですが、その製造工程はどんどん緻密化していきました。なんとですね、このシリコンのウェハーと言われる板、これを回路を描いてプラスチックで蓋したのが半導体チップですよね。その半導体にはですね、回路が刻まれているわけですよね。その電気を通さないの回路ですね。回路がもうすごい数ね、スイッチが160億やら400億やら刻まれる。小さいチップの中にすごい刻まなきゃいけないのは何でかっていうと、小型の方がスマホにも入るし自動車にも入るし場所を取らないから、どんどん小型化してどんどん高性能化していったっていう時代を言いましたよね。すごい小さいところにですね、何億個も刻まなきゃいけないんですよ、回路を。どうやって刻んでんの？もう光の領域です。光を顕微鏡ってありますよね。顕微鏡っていうのはちっちゃいものを拡大して見るんですよね。逆なんですって。ちっちゃいものに大きいものを転写する、光を投影するっていう逆顕微鏡みたいな、難しい理論なんでね、言ったら光を拡大して見るのが顕微鏡だとしたら、それを逆にしてですね、ものすごい複雑な回路をちっちゃいところにですね、光を当てて、その光に反応する液体を塗っとくんですね、シリコンにね。そしてそこに印ができたら、そこをですね、薄く掘って回路を作っていくみたいな作業らしいんですよ。液体流したりいろいろあるらしいんですよ。何にせよその光、これがですね、もう普通に使える光では太すぎるっていう時代が来たらしいですね。この光太すぎるなーって言ったことあります？私はないです。眩しいとか言いますけどね、この光の波長太すぎるわーっていう悩み持ったことないんですよ。ですがもうここまで来るとですね、光の波長によっては太すぎて回路がもうこれ以上何億本も刻めませんっていう時代になったらしいんですね。そしてそれに対して答えを出した会社があるわけですよ。とんでもない細いですね、細かい波長を出す、光を出す。これはもう訳は分かりませんよ。私も調べたけどもおかしくなりそうでした。謎の物質をですね、すごいスピードでポーンって発射して、そこにレーザーをパパーンと2回当てることによってパーンと一瞬光が出るらしいんですね。その光を利用するって訳が分からないんですよ。クレー射撃かなんかですかとね、ポーンパーンパーン、この機械を1台作るのに数百億、その機械を作って運ぶのに飛行機が2台いると言われるですね、この機械を使える会社が一体何社あるんでしょうか。シェアが 90% というだけで震え上がった皆さん、よくお聞きください。この先端半導体の光の溝を刻み込むことのできる、細い波長の光を出すことのできる装置を開発できているのは現在世界で1社。シェア 100% です。その会社はオランダの ASML。この ASML の機械なしに今その最先端半導体を作ることは不可能なんですよ。もうあまりにも人類のですね英知が詰まりすぎてて、もう寡占状態どころか独占も独占、一社しか作れないという状態に至ってます。そう、半導体というのは人類の英知。この半導体というデバイスは人類が作り出したうちで最も小さいデバイスです。この人類という生命体の英知の粋を集めた半導体の粋を集めた先端半導体を作るための会社はもうほぼ一社 TSMC しか製造できないと言われ、その TSMC が使うべき装置を作れるのはオランダに一社しかいないんです。パニック。これどういうことが起きてるんでしょうか。そうなんです。高度技術、これはもう国家のバックアップであるとか、大企業のもう巨大投資であるとか、そういうものを必要としないと作れない。その上で一社になっていったんです。もちろんいろんな部品、装置がありますから、その光を転写する装置だけではありません。そしてその装置の中には日本が非常に多くのシェアを取っているっていう装置もあるんですね。
原板と言われるですね、そのシリコンに回路を刻む時のガラス板原板をですね検査する装置どこの何っていうことなんですけど、もう工程が細かすぎて、それの装置を作っている日本の企業レーザーテックという企業も非常に高いシェアをその装置で取ってますし、東京エレクトロンという企業はですね、その回路を、映写するというかね、現像するというところにおいて、一個の過程においてすごく大きいシェアを取っているとか、アドバンテストなんていう企業もですね、できたチップが動作するかどうかを検査するという装置の高いシェアを誇っていたりと、もうですね、各セクションにおいてですね、1社か2社みたいな状態が現在の半導体産業なんですよ。すごいことですね。何にせよですね、それらの装置を世界中から集めて、1社や2社しか作れない装置を世界中から集めて、この工場でしか作れないものを作り、世界中のメガテック企業に卸している台湾の中枢、いや世界の中枢が TSMC です。この世界の人類の英知がなんと台湾にあるんです。その TSMC が熊本に来るってことよ。すごくないですか？ニュースの聞き方がですね変わってくると思うんですよね。この TSMC がじゃあなんで熊本にここなんだ、急に熊本行こうって、そうだ京都に行こうじゃないからね、急に熊本行きたくなる、これありえないんですよ。この裏にあるのはとてつもない巨大国家間のしのぎの削り合いなんだ。そう、台湾に軍事力の中枢を担う企業がたった一社ある。このことに震え上がった国があるわけですよ。それがアメリカです。なぜか。もし中国が台湾を攻めて出たら、いや攻めないまでも台湾海峡を封鎖しただけでアメリカ経済、いや世界経済は大混乱に陥ると言われています。それはとてつもないインパクトで、もうリーマンショックの何倍とも言えるような経済を、そう家電、スマホ、PC、自動車、さらには軍事兵器に至るまで、その半導体の中枢を担うものが台湾海峡を越えてくるわけですよね。一体どんなことになるのか。震え上がった。アメリカはグローバルな会社で連携していけばいいと思っていたんですね。それは中国で、製品を製造するなんていうこともありだと思っていました。アメリカの考え方はこうでした。中国がですね、その政治体制と経済体制を分離した時、いわゆるですね、鄧小平時代にですね、いわゆるその社会主義とかね、共産主義というものだとみんなで一緒に計画経済でやろうねっていうことで、なかなかそれがうまくいかなくてソ連が壊れたんですよね。でロシアに分解されてしまった、解体されてしまった。それを受けて中国の鄧小平が市場主義経済を導入しようと、社会主義市場経済だと、政治は共産党の一党でやります。その上で経済はみんなでやりましょう。資本主義を導入しましょう。これによってですね、アメリカは当初資本主義経済を導入したのであるから、社会主義的な政治というものもいずれ民主的になるだろうというふうに楽観的に見ていたわけですね。ところがそうはならなかった。中国というのは2000年代から2010年代にかけて社会主義的な政治体制と資本主義的な経済体制を余すことなく利用し、国策企業をガンガン伸ばすことによってメガテック企業を作り、なんと米中二強覇権争いと言われるところまで成長してしまったんですよね。はい、政治体制として全く異なるものを維持しながら、米中対立に至るほどに世界経済の中枢に入り込んだ。中国は経済が良くなったというだけではなく、メガテック企業を生み出したというだけではなく、なんと世界の工場になったんですね。その安い労働力とですね、大量の人口ね、現在はインドに抜かれましたけども、それでも十何億人いるというですね、とてつもない人口によって世界の工場となった。つまり iPhone ですらも中国で組み立てるということになったんです。デザインドバイカリフォルニア。しかしメイドインチャイナなわけです。そういう時代です。ですからアメリカも中国なしには
経済が回らないという状況になった。その上で軍事、ここは譲れない。経済はだいぶ依存してしまった。だが軍事は譲れない。しかしここで問題が起きた。経済的なそういった商品、デバイス、PC の中にもスパイ的なもの、国家機密的なものっていうものを取れてしまうようなものを入れるっていうことはできるっていうことが判明してきたんですよね。これはまずいぞ。アプリケーションであったりパーツの中には情報を抜き取るものもあるらしいということに気づいた頃にはもう中国とは工場と依頼主の関係になっていた。その上でもっとまずいのがその全ての先端の半導体は完全に世界中が台湾に依存していることなんですよ。この台湾に依存しているということはですね、中国に一体どういう動きを取られるか気が気じゃないってことなんです。アメリカは震え上がりました。その震え上がり方というのはもうかつての日本がやばいぞ、トランジスタがすごいぞ、日本車がすごいぞ、日米貿易摩擦の時の日じゃないわけです。アメリカはついに動きました。20年代初頭、それが2022年、一昨年のことです。チップス法、半導体に関する専門の法律によって今までの世界中のいろんなところ1社2社に依存していたサプライチェーンを大幅に見直すということに対して国が巨額のバックアップ投資をするよということを法律で通したんですね。つまり今 ASML オランダの1社、台湾 TSMC 台湾の1社、こういうものに依存している高度な半導体のサプライチェーンのままでは国家安全保障上良くない。アメリカの中でもものすごい投資してアメリカにも工場を作ってもらおうじゃないか、そういう方法でございます。さらには今度は攻撃ですね。防御の次は攻撃ですね。そう、対中国への輸出規制を始めるんですね。高度な半導体に至っては中国への輸出を禁ずる。NVIDIA の GPU を中国に輸出することは今禁じられているんですね。もう高性能な AI の計算トレーニングには絶対に必要と言われている NVIDIA の半導体、これを中国に送ることはまかりならんと。そしてそれは西側諸国アメリカに味方する国全体でそういうことをやっていこうねということで、台湾の方でもですね、その TSMC を辞めた人がどこに行くのかとか韓国のそのサムスンを辞めた人がどこに行くのか、中国の開発に寄与することはままならんぞっていうことが今法律として出来上がりつつあるということなんです。中国半導体包囲網ですよ。一方中国も分かっております。もう2010年代後半に半導体がまずいということに気づいてですね、世界のスマホの組み立て工場にはなったんですが、そのスマホを中国製に一気にすることができましたですが中にあるコアの半導体、高性能半導体だけはですね輸入に頼ってたんですね。これをなんとか自国で作りたい。中国は慌ててものすごい巨額の投資をしたんですが、これが追いつかない。世界でも台湾で1社、オランダで1社みたいなものを集めてできるようなもの、それをですね中国が一国でですねものすごい追い上げるというのはものすごい難しいんですよ。ですから中国はですねローエンドチップ、家電とかに使うものとかはシェアがすごく大きいんですけども、ハイエンドに至ってはもう完全に台湾一強なんですよね。そういった中国の劣勢状態を包囲するかのようにチップス法と対中輸出規制でアメリカは攻撃を仕掛けているわけです。覇権国家の防衛法です。そう、それは80年代日本に課したものと同じような裏での争いが行われているということなんですね。ですから台湾だけで作らせてたまるかということで、TSMC、熊本、アメリカ、そしてドイツに工場ができるという流れになっております。それは台湾だけに置いておくことの地政学的安全保障上のリスクというものを強烈に感じたアメリカの猛烈なプッシュなわけですよね。いやー、これは裏にはそういう思惑があったんだと。熊本に TSMC が来て経済効果が見込めるねというだけではないわけですよ。逆に言えばアメリカは現在
日本やヨーロッパを味方と捉えていると言っても過言じゃないわけです。オランダや日本、韓国といった国はこの半導体製造において味方にしておかなくてはまずいわけですよ。日本の検査装置、製造装置、ここも欲しい。オランダの製造装置欲しい。台湾の工場欲しいとなるわけですから、アメリカは今最も恐れているのが中国なわけですよね。ですから中国にそういった装置を渡さないためにも日本と手を組んでやっていこうという気分が伺えます。もう対日ですね、制裁を加えていた日米半導体協定の時と全く違う関係性なんです。だからこそ逆に言えばこの半導体の投資というのはうまくいく見込みが強いわけですよ。政府 1.2 兆円というのはそのアメリカの気持ちを組んでのこともあるわけです。なので日本再生、これもしかしたらあるかもしれないぞって話なんですよね。そしてその日本再生を占うですね、巨大プロジェクトがあるのをご存知でしょうか。そのプロジェクトの名前、その会社の名前がラピダス。ラピダスでございます。このラピダスはトヨタ、ソフトバンク、そして NTT、三菱 UFJ、そういったところ8社、そうそうたる8社がですね集まって合同で作った会社です。はい、このラピダスは北海道に工場を作ってですね、なんと TSMC 日本版を作ろうとしてるんですよ。そう、製造のラインに入るんです。今までは強かったのは東京エレクトロンとかのですね装置でしたよね。あくまでも製造工場の一パーツを収めるその装置、その装置1個牛耳ってるだけでも強いんですけどね、 ASML みたいなものですから。ですが製造工場も作ろう、そういうプロジェクトがラピダスでございます。このラピダス、とんでもないですね、もうすごい何百億とですね支援を受けております。このラピダス、何を作ろうとしているのか。先端半導体を作ろうとしているんですね。現在作られているものよりさらに上の2ナノメートル単位の半導体を作ろうというわけですね。2ナノメートル。ナノメートルというのがですね、10億分の1メートルということで、もう考えることをやめてください。すごい小さい。で、このですね、何ナノメートルというのはですね、もうだんだんとですね iPhone 何点何みたいな感じでですね、だんだんとその製造ジェネレーションを表すようになってきて、要するに次世代型ということですね。この2ナノの後にはですね1ナノがあり、1ナノの後にはですね 0. 何ナノ単位というのも出てきてるらしいんですけども、そういった未来が待ち受けているらしいんですが、その現在における先端の半導体まで作れるようになりたいというのがラピダスらしいんですよ。大丈夫とね。いやもう装置だけでいいんじゃないと。日本が強いのは装置と素材と言われています。半導体を作るのに必要な大量の水、きれいな水というものも潤沢にある。労働力もある。その上で人口も多いですからね。はい。その上で装置に強い。素材もある。じゃあそこに集中してTSMC に物を収めるっていう形で IBM とねインテルの関係だったりね、そのアップルとその TSMC の関係みたいに TSMC にこうお願いしますってやりながら牛耳っていけばいいんじゃないのなんていう意見もある中で、製造をやるんだとね。でしかしこの裏にもアメリカはやっぱりいるんですよ。このもともと東京エレクトロンというねその装置を作ってた会社の、CEO をやってた方がですね、このラピダスを作ろうというふうに提案してラピダスの現会長になってるんですけども、このラピダスの現会長はですね、この東京エレクトロンを退任するときにですね、深い関係のあった IBM から2ナノの工場を作らないかというふうに言われて、 IBM とラピダスは提携を組んでるらしいんですね。つまりこれアメリカのバックアップもあるわけですよ。そう、アメリカは国防上安全保障上ですね、台湾だけに作らせておくというのもどうなのかというのがあるわけですよ。自分と仲のいい、どちらかというと言うことを聞いてくれる国で作ってくれた方が安全だ。それはいろんな国で作ってくれた方がいいということで、アメリカ企業やアメリカ政府のバックアップを受けながら日本で
ポスト TSMC を作ることができるか。もちろん TSMC とは違うジャンルのものをね、だから競合しないように作るらしいんですよ。TSMC はものすごい巨大メガテック企業のものを大量に受けるというのがあって、ラピダスは先端だけどいろんな会社から少量受注するとか、いろんななんかね、住み分けは考えてるらしいんですけども、そういった先端の製造工場まで作るというところまで今踏み込んでるのが日本なんですよ。さあどう思います？日本成長産業とかね、そういうものないかな。なんか世界的に有名な企業ってなかなかね、いにしえの感じ、いやすごいいいんだけどさなんていうところから一転、時代が変わった。時代は一気に変わっていくんですよ。ねえ、家電の時代、大型コンピューターの時代からパソコンが現れて世界が変わった。 iPhone スマホが現れて世界が変わった。そして AI の時代になり、また世界は変わっている。今 AI とか半導体ではとっても重要なんですね。それは何でかというと、電波や通信が途切れてもその頭脳が高性能であれば自立性があるからなんですね。つまり電波がないところでも翻訳機能が使えるっていうのは、これ半導体が優秀だかららしいですね。これは何に重要か、もちろん軍事なんですよ。軍事活動となればですね、ものすごいジャミング、ね、電波妨害があるわけです。ですからもう戦場に行ってスマホで、ね、GPS つけたら違う国にいることになってる。そういうことがあります。だからデータを狂わせるためにね、ものすごい電波をね、妨害するものが戦場では飛び交うんです。そんな時に相手をきっちり検知して、センサーで感知して撃墜することができるのは高性能半導体の自立性がないといけない。軍事の要、それが半導体。そしてそれを製造する工場を持っているかどうかというのも国防上大きな抑止力になると考えての日本でのこの半導体製造工場分野の進出です。ラピダスの命運、そして TSMC 熊本工場の命運は日本とアメリカ、そして中国との関係を睨んだ東アジアの未来を担うニュースなんですね。ですからこの熊本に来た工場のニュースっていうのは理解しているだけで世界のニュースが分かるようになります。なぜこんなにも半導体で騒がれているのか。その裏にはアメリカ vs 中国、そのアメリカと日本との関係が大きく変わってきたということがあるわけなんですよ。いやー、円安でね、ものすごいしょげかえってた日本の皆さん、まだやれることはある。何なのか。半導体だ。それは人類が生み出したものすごく小さい、史上最小のデバイスであり最強のデバイス。もしかしたらそれのキープレイヤーに日本がなるかもしれない。かつて下請けだったインテルが、TSMC が世界を牛耳るように、 TSMC 誘致で喜んでいて装置を収めていた日本がもしかしたら世界を牛耳るなんていう未来も来るかもしれない。ではまた。プログレスのお知らせです。プログレスとは学びを実践するコミュニティです。自分の強みがわからない方、強みを伸ばしたい方、強みで活躍したい方、どの段階の方も適切なメンターに出会うことができ、学びを実践するチャンスがあります。それがイノベーションコミュニティプログレスです。中田敦彦の生配信、授業を深掘りした感想や社会情勢の分析を毎日視聴可能。要約記事やアーカイブも充実しています。メンバーとの交流、オフ会やメンターとの出会いが日々誕生。グループ活動も盛んで AI などの最新のテーマについても遊ぶように学べます。たくさんのメンバーとの出会いと学びを安心して楽しんでいただくために Discord や独自 SNS を使った治安維持にも力を入れています。独自イベント、中田敦彦が企画、メンバーが出演参加するイベントを定期的に開催。興味のあるものを選んで参加できます。メンバーへのお仕事の依頼をサポートするエージェントサービスも運用中。いかがですか？もっと知りたいという方は概要欄のリンクからプログレスのページへどうぞ。チャット GPT を生かしたガイド係もお待ちしています。人は何者にでもなれる、いつからでも。月額980円で人生の扉を開きましょう。